パーツを白化させない方法を教えます。プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。せっかくのかっこいいキットでもパーツの角やゲート跡が白くなってしまうと少し残念な気持ちになりますよね。そこで今回はパーツを白化させない切り方やゲート処理の仕方を解説していきます。以前にゲート処理方法っていう似たような動画を上げているんですが、あれは何も知らない状態から80点ぐらいまで点数を上げるような動画で、今回の動画は一応基本的なゲート処理のやり方とかは知っているんだけど、なんかこうちょっと白化する時があるんだよね。それをちょっとどうにかできたらいいなって思ってる人。なので80点を90点、95点に上げたいなって思ってる人に刺さってくれたらいいかなと思っております。ただし別にそんなに難しいテクニックはいりません。今日から初めてプラモデルやるよっていう人でも全然できる内容となっております。それでは動画の全体の流れとしては、なぜパーツが白くなってしまうのか、白化させない切り方に必要な道具、切り方実演、まとめ、このような感じでいきます。正直塗装する人は白化してしまっても表面を塗りつぶすことができますので、今回は素組み向け、また塗装しないで成型色で色々仕上げたい、そういった方に向けた内容となっております。しかし本音を言えば頑張って動画を作ったので塗装がっつりするよっていう人にも最後まで見てもらいたいです。それでは行きましょう。まずはじめに、なぜこのようにニッパーで切るときにプラスチックが白くなってしまう、白化してしまうのっていうところを解説していきます。他の動画でも言っているのでそちらを見てくださいって言って他の動画の再生数を稼いでいくのが定石なんですけど、正直めんどくさいと思いますので改めてここでも喋っちゃいます。これがね、プラスチックの棒だと思ってください。白化が起こるメカニズムとしては、プラスチックに強い力が加わると内部の分子結合が引き伸ばされます。この時分子の間に微細な隙間ができるんですね。これをマイクロクラックと言ったりするんですけど、覚えなくて大丈夫です。そしてこの隙間に入り込んだ空気が光を乱反射させることによって私たちの目には白く見えるわけですね。はい、授業終わりです。そしてどんな時にプラスチックに力が加わるかというと、そう、ニッパーでゲートを切る時です。ニッパーでゲートを切ると刃の厚みによってこのように切り進めていくと、プラスチックが左右に押し広げられて断面周辺の分子が伸びきって白くなってしまうということです。なので一般的にはプラモデルに適しているニッパーはこのような刃が分厚いものではなく、このような刃が薄いニッパーということです。薄い方が分子の伸びを少なくできますからね。ざっと説明しましたが、プラモデルの白化についてはそんなところです。続いてプラスチックを白化させないために必要な道具を紹介します。まずは必須道具2つ。1つ目はこちら、ニッパーです。ニッパー2つはいりませんよ。ニッパー1つです。もちろんですが、ランナーからパーツを切り出すときに使います。できれば刃が薄い方が作業としてはやりやすいんですけど、ある程度のもので大丈夫です。ある程度のものっていうのは、さっき出したこういう電線を切るようなニッパーじゃなくて、プラモデル用として売っているようなニッパーですね。今見たらダイソーで買ったこれもプラモデル製作などに適していますってあるんですけど、正直ガンプラぐらいのサイズのプラモデルだとちょっと使いにくかったですね、これは。なので最低でもバンダイから出てるような700円ぐらいのエントリーニッパーをおすすめします。そして今回このような片刃ニッパーは使いません。片刃ニッパーっていうのは片方だけに刃がついているニッパーで、その構造からかなり刃を薄く作ることができます。すなわち切れ味がいいってことですね。ただし値段が高くて、こちらのアルティメットニッパーだと5000円を超えます。ちょっと手を出しにくいと思いますので、今回はよくある両刃ニッパー1本で作業します。続いて必須道具2つ目がこちら。デザインナイフまたはカッターです。ニッパーでの切り残しを切除する際に使用します。こちらのデザインナイフやカッター、ニッパーと比べるととても刃が薄いですよね。つまりこれでプラスチックを切るとニッパーよりもプラスチックの変形を抑えることができて白化を抑えられるということです。ちなみにデザインナイフとカッターナイフの違いは刃の向いている形状です。デザインナイフの方が刃の形状的にこのように奥側に切り出す、押して使いやすいです。逆にカッターナイフは押して使うにはちょっと難しい形状をしているので
反対に奥から手前に引くように使うことが多くなりますね。そしてどっちを使うのがいいんだっていう話ですが、ちょっと難しくて、これは性能面だけではなくて安全面も考慮して語る必要があります。性能面で言えば、押して使える、引いても使いやすいデザインナイフの方がいいと思います。さっきもやった通り、カッターナイフだとやっぱりこういう奥側に切り出すっていう動作は合わないので、必然的にこう使うことになるんですよね。そしてここで安全面の話になるんですけど、刃物なんでね、なるべく自分の方に向けて使うっていうのはちょっと危なっかしいですよね。勢い余って指とかちょっと大げさですけど自分に刺さっちゃったりするかもしれないですからね。だったらデザインナイフ一択じゃんってなるとこなんですが、デザインナイフってね、刃が出っ放しなんですよ。一応こういうキャップがついててね、保護ができるんですけど、作業中だと使い終わっていちいちキャップしない時あるじゃないですか。ちょっと使ってこうやって置いて、なんか道具持ち替えたり、ちょっとお茶とか飲みに行っちゃったりしてね。なのでキャップせずにそのままこうやって置いてトイレ行って戻ってきて、ちょっと手をついた時に怪我しそうで危ないっていうのがあるんですね。あとは猫なんか飼っている家庭だと普通に作業デスクの上に上がってきちゃったりしてね、ちょっと危ないことがあるんじゃないかなって思うんですよ。私もデザインナイフ使っててね、席を外すときはちゃんとキャップを閉めるように心がけてはいるんですけど、たまに忘れちゃうときあります。逆にカッターナイフであれば使い終わったらすぐ刃をしまえますし、このように出っ放しだったとしても刃が上を向かないんですね。そういうのもあって私はカッターナイフを使うことの方が多いです。こういう動作にはなりますけど、刃の行く先に指を置かなければまず大丈夫ですし、切れ味が落ちたらすぐに刃を折って切れ味を回復できますからね。デザインナイフだとね、替え刃を持ってきて交換しなきゃいけないっていうちょっと手間があってね、頑張って使っちゃいがちなんですよね。これはちょっと賛否両論というかそれぞれの意見がありそうなんでね、コメントで喧嘩しないようにしてください。叩くなら私を叩きましょう。ただしこれだけは言えます。安全に考慮して使うならどっちでもいいんですけど、切れ味が落ちたら刃だけはすぐに交換するようにしてください。切れ味が悪くなってる時にちょっと引っかかってずるっていくのが一番危ないですからね。はい、ちょっと長く喋りすぎてしまいましたが、必須道具はこの2つです。続いてあると便利なものを1つ紹介します。それがこちら、ヤスリです。これはデザインナイフでゲート跡を切除してもなお表面が気になる場合に使います。私のよく使うヤスリとしては、こちらの厚さ 10mm のスポンジヤスリ、紙ヤスの600番、4000番、この2つで整えることが多いですね。600番で表面の凹凸を整えて、4000番で表面のテカリ具合を元のプラスチックに戻すというような感じで使います。場合によってはね、400番とか800番使うこともありますが、サクッと成型色仕上げ、素組みを作りたい時なんかは、私結構横着なんで、この2つで整えることが多いですね。ただ今回は白化させない切り方、ゲート処理に焦点を当てているので、ヤスリは補足道具とさせていただきました。結構脱線する話が多かったですが、以上、白化させない切り方に必要な道具の紹介でした。はい、続きましてここからは白化させない切り方実演を行っていきましょう。今回はね、HGUC の ZAC2 回のこの辺のランナーを使って試していきましょう。まずは白化しやすい切り方をちょっと悪い例としてね、やりましょうか。それがパーツのキワキワをいきなりニッパーで切ってしまうということです。ちょっとやってみましょう。パチパチパチと、はい、切り出してみるとこんな感じ。こういう風に切ったんでね、ギリギリまでゲートがつながってる部分に力が集中して真ん中の方が白くなってしまいます。こうなってしまうとですね、わずかに残ったゲート跡をカッターナイフで処理しようとしても、ゲート跡の段差はなくなったんですけど、わかりますかね？ちょっとプラスチックの内部まで白くなってしまうんですね。なのでランナーからパーツを切り出すときにいきなりパーツのキワキワで切るのはやめておきましょう。暗めのパーツだとね、結構遠目に見ても目立ってしまいます。続きまして白化させない切り方、今回紹介したいやり方ですね。そちらをやっていきます。まずはここ
言い忘れておりましたが、このパーツがつながっている一枚板というか、この全体のこれをランナーといって、パーツとランナーをつないでいるこのさらに細くなったとこを一般的にゲートって呼びます。一応補足説明です。そしてパーツをランナーから切り出すときには、まずキワキワではなくゲートを少し残した状態で切ります。この時にね、こういう方向でニッパーを切るか、ひっくり返してこういう風で切るかっていうね、ちょっと論争がたまにあったりするんですけど、割と切れ味のいい両刃ニッパーであれば、最初にこうゲートに刃を当てた時にちょっと食い込んでね、ストッパーがかかるので、切れ味の良さそうな両刃ニッパー使う時は気にしなくていいかなという感じです。そしてこのランナーからパーツを切り出す時には、なるべく細いゲートの部分から切った方がいいです。なんでかっていうと、太いゲートから切っていくと、一番最後にパーツとランナーを支えるものって細いゲートになるわけじゃないですか。細いゲートであるがゆえに、パーツの自重でこうゲートがくにゃんと曲がってしまって、曲げるとね、やっぱりプラスチック意図せず白くなってしまうことがありますので、なるべくね、細いゲートから切った方が白くなりにくいですね。はい、パーツを切り出してみるとこんな感じ。続いてね、こちらの残ったゲート跡をさらにニッパーを使って処理していく、いわゆる二度切りをしていくんですけど、この時にもちょっと切るコツがあります。それがニッパーの刃の入れる方向です。こう切るんじゃなくて90度回転させてこう切った方が良いです。それがなんでかっていうと、これ足のパーツだと思ってください。で、これ残ったゲート跡だと思ってください。そしてこういうゲートの形を切るんだったら、ニッパーをこうじゃなくて、こうですね。こっち方向から切った方がいいです。それがなんでかっていうと、このようにね、ニッパーで切っていくと、こう、プラスチックの圧力がさらにまたかかってしまうんですけど、切る長さがある分、真ん中の方へのプラスチックのダメージが大きくなってしまうんですよね。逆にこういう方向で切るんだったら、こちらの方向に比べて長さが短いわけですから、真ん中にかかる力を少なくすることができるんですよ。なので、さらに剥化を軽減することができるということですね。はい。そして二度切りをしていくんですけど、ここでもう一点。今回もまたパーツギリギリではなくて、少しゲート跡を残して二度切りをします。これはなんでかっていうと、ゲート跡の最後の処理っていうのは、こちらのデザインナイフやカッターナイフでやってほしいからなんですよね。試しにこちらちょっとキワキワで切ってみますけど、キワキワで切るとこう、今回はね、結構綺麗そうに切れたんですけど、何回かやってるとですね、ちょっとニッパーがパーツに食い込んでしまって、パーツがえぐれてしまったり、意図せずね、なぜかかなり剥化してしまうことがあるんですよね。なので、このように少しだけゲートを残して、最後の仕上げはデザインナイフやカッターで行うと、綺麗なゲート処理ができます。じゃあ逆にね、この残ったゲート跡を直接こうやってカッターで切ればいいじゃないかってね、思う人いると思います。それはですね、できなくはないんですけど、結構ね、これが力がいるんですよ。なので、二度切りをして、残りのゲート跡をちょっとだけにしてやることによって、デザインナイフやカッターで切除しやすくなる効果があるんですね。それでは残ったゲート跡をこちらのカッターナイフを使って除去していきましょう。この時ですけど、このように刃を垂直で削るというよりかはスライドさせるような斜めにいく感じですね。このようにいくとあんまり力を加えなくても刃の動きでね、勝手に切れていきますので、そんなにずるっといくことなく切ることができます。そしてある程度切ったらパーツをひっくり返して、次はこの向きで。という感じでパーツを回しながらね、いろんな方向から切ってやると作業がしやすいです。はい、切り終わるとこんな感じ。ちょっとね、カメラに見せるために遠いところで作業しちゃったんで、ここね、パーツえぐってしまったんですが、ちょっとここは見なかったことにして、ゲート跡だけに注目してください。はい、この通り、全く剥化してないですよね。
先ほどのパーツと比べると一目瞭然。これヤスリがけとか全くしてないですからね。もう遠目に見たらね、どこにゲート跡があるかわからないぐらい綺麗にできます。近くで見るとね、ここにゲートがありましたよっていうのは、どうしてもね、ここのゲートの部分に樹脂が集中してちょっと色が濃くなってしまうんでわかるんですけど、もう全然わかんなくなります。ニッパーでキワキワで切ったこれとここね、さっきちょこっとだけ残したここもね、カッターナイフ、デザインナイフで処理していきましょう。じゃあ次はね、デザインナイフで。はい、デザインナイフで処理してみるとこんな感じ。どちらのゲートアートも結構綺麗に処理できましたね。ただしキワキワをニッパーで切ってしまったやつの方がなんか若干ちょっと白いところが残ってしまったなという感じです。こちらのね、結構ゲートアート残してデザインナイフで処理したやつの方が綺麗に処理できています。ただこれくらいだったら遠目に見たらあんまりわからないですね。あとはですね、ちょっとこれにできるかわかんないですけど、爪でこすって白化を抑えるっていう方法もあります。ちょっとやってみましょうか。はい、どうでしょう。そんなに変わんないか。若干ね、こう爪でこすったことによって伸びたプラスチックがまたね、こうギュッと分子が集まりますので、ちょっとね、色が濃くなるんですよ。気休めぐらいですね。はい。とこんな感じでゲート跡を少し残してランナーから切り出す。さらに2度切りの際も少しだけゲートを残してニッパーで切る。最後にデザインナイフやカッターナイフでゲート跡を整えるという3ステップで行うと、このように白化させることなくゲート跡を処理できます。でね、私は素組みだったらここまで綺麗にゲート跡の処理できてればいいだろうって思うんですが、気になる人はね、ちょっとこうボコッとしたね、カッターで削ってるので必ずしもね、こう均一な面じゃないんですよ。なのでね、一応ここにヤスリかけて表面をフラットにするっていうのをちょっとやっておきましょうか。はい、それではまずはね、600番のヤスリで表面を均一な感じにしていきます。私が使うヤスリはほとんどもうこのスポンジヤスリの紙ヤスの 10mm 厚のもうほぼこれしか使ってないです。あとは場合によってガラスヤスリや鉄ヤスリなんかを使う時もありますけど、他のね、なんかこう板にヤスリを貼り合わせて使うようなやつとかあるじゃないですか。あれもね、使ったことあるけど良かったんですけど、ちょっとこう貼ったり剥がしたりするのがちょっとめんどくさくてですね、袋から開けたらすぐ使えるっていうこのスポンジヤスリの紙ヤス、このまっすぐ削るもよしで、ちょっとこう力を加えると、若干ねこうたわむので、こういう曲面なんかの表面の処理にももってこいなんですよ。あとサイズがめちゃめちゃ持ちやすいです。だからヤスリやっててね、こうズルってなっちゃうこともないんですよね。めちゃめちゃ使いやすいんで、このスポンジヤスリ紙ヤス 10mm おすすめです。概要欄にもね Amazon の URL あるんで、よかったら試してみてください。はい、600番で表面を鳴らしてみるとこんな感じ。もう本当にね、ゲートの色だけが残って表面の引っかかりは全くありません。ただね、ヤスリで削ってしまったので、こう表面のツヤ具合が元の成型品と異なってしまいますよね。続いてこれを番手を上げて元に戻していきます。そして本当はね、600番、800番、1000番とか徐々に番手を上げていって磨いた方が綺麗に仕上がるとは思うんですけど、私はズボラなのでいきなり4000番で磨いていってしまいます。はい、4000番で磨いてみるとこんな感じ。600番で削った時のようなプラスチックが白く毛羽立っているような感じはなくなって、元の成型品と比べてもね、こう遜色ないぐらいのツヤ感になるんですね。ここまでいくとね、光に当ててもゲート跡の部分と他の部分が同じように光るので、悪目立ちするっていうのも少なくなります。ただね、素組みする時にこういうヤスリがけを全部位でねやると結構大変なので、私は塗装しないでこれ素組みでしばらく飾っとこうっていう時はヤスリは使わずにね、デザインナイフ、カッターナイフでゲート跡だけちょいと処理したこの状態で終えることが多いですね。遠目に見たらわからないのはもちろんのこと、近くで見てもね、ここにゲートがあったんだなっていうの
全然わからないですから、正直これでいいと思いますが、人間人それぞれ感性はありますんでね。ヤスリがけで成型品の状態に戻したいよっていう人は、4000番。あとは場合によってはね、パーツのツヤ具合、いろいろ違うと思うんで、この6000番で磨くっていうのもありかもしれないですね。はい。ということで以上、白化させない切り方、ゲート処理の仕方の実践でした。はい。白化させない切り方を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか？大事なポイントは、ゲートをある程度残してデザインナイフ、カッターで処理するということです。何もね、高級な型番リンパーがなくても綺麗に仕上げることができます。そしてね、改めて言っておきますが、刃物の取り扱いには十分に注意しましょう。って言いながら、私の過去動画でもしかしたら親指が出た状態でカッターナイフ使ってたことがあるかもなってのがあったかもしれないですね。私も気をつけます。今回使った道具や普段動画の中で私が使っているような道具は下の概要欄に商品リンク貼っておりますので、よかったらチェックしてみてください。はい。ということで、そろそろ動画を締めましょう。このチャンネルではガンプラをはじめとしたプラモデルに役立つ情報の紹介や全塗装動画なんかをアップしております。今回の動画が良かった、次の動画も気になるなという方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。